アイ西アワー。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。アイ西アワーでございます。はい、それでは今日も一日お疲れ様でした。今日はウイスキーを飲んでおります。ジョニーウォーカーブラックルビーですね。はい。というわけで、またまた久しぶりの更新になってしまいました。申し訳ございません。というわけでね、ミュージカルの話題をね、積極的にやっていこうと、今日も物申す系でいきますよ。ビシッといきましょう。ビシッといきましょう。炎上覚悟でっていうのはまあ嘘ですけれどもね。はい。私ね、常日頃からちょっとやっぱ疑問に思う日本のこうミュージカル界の仕組みというかについて今日はお話ししたいんですけれども、今日のトピックはプロモーションについて。プロモーション。皆さんよく YouTube ね、この YouTube ご覧になってたらよく見かけるかと思うんですけれども、カーテンコールの時の、ご挨拶のね、映像だとか、あとはゲネプロの時の映像だとか、実際の舞台の映像を、客席から引きで撮ってるような動画が多く上がってて、皆さんよくご覧になることが多い。ありますよね。ミュージカル好きな方やったら、しょっちゅうそういったサムネイルに出くわしてると思うんですけど、皆さんあれご覧になりますか？っていう疑問なんですよ。で、まず私はどうするかっていう話、やっぱ私もこうやってミュージカルチャンネルやっててミュージカルのこと大好きですから、そういうのおすすめでめちゃめちゃ上がってきます。けれども、ゲネプロ映像以外は基本的に見ないです。なぜかっていうお話なんですけど、興味がないからなんですよ。で、じゃあ海外に目を転じてみた時に、他の国ではどんな感じでプロモーションというか、舞台のアピールをしているかって言ったら、もうこれは完全にね、映像のプロが舞台の映像を作ってるんですよ。基本的にもカメラマンも舞台上に上げて、もうほんと至近距離から演者を撮ってたりするわけですよ。なるほどね。とか、ドローンっていうのかな、クレーンみたいなのを使って、結構上の方から、だから絶対客席じゃないですよ。で、2階席からでもないですよ、距離感はね。だからもう本当に近くからクレーンで撮るとか、もうあるいは本当にもうスタジオを借りて、さながら映画風に、その作品の世界観を表現したりとかして、で作品によってはこう、ナレーションを入れて、本当に映画の予告編のようなプロモーション映像を作ってね、綺麗にパッケージング化されたような映像を言ったら YouTube みたいなところに上げて、でそういうところから集客してるっていうか、作品の PR をしてるんですよ。で、舞台なんだからその引きの映像で見た方が、要は様子がわかるんじゃないかってお思いの方もいらっしゃるかもしれないけれども、私はね、やっぱり舞台の良さっていうのは実際に舞台に足を運んで、その引きっていうか客席から見た時はそれは確かに臨場感があって、もう音ももうすごくこう体に響くようにね、感じられるし、演者さんの声とか熱みたいなのをダイレクトに感じることができるからこそ感動するんであって、これがただの引きの映像という形になってしまうと、良さっていうのは、なかなか伝わらないんじゃないかなっていうふうに私は思うし、だから海外のプロモーションビデオですか、はその映画の言ったら予告みたいな感じで、いろんなこう動画がパンパンパンダイジェストでね、で1分ぐらいでまとめられて、そういう感じですよね。だから皆さんも例えば映画館で映画をご覧になるときに、これから公開予定の作品の予告みたいなのが流れるじゃないですか。そしたら全然自分は知らなかったし、こんな作品が出るっていうことも何の予備知識もないけれども、その予告だけ見て、いやなんかめっちゃ面白そうやからこれも見に行こうかなって思った経験ございませんか？私はしょっちゅうあるんですけれども、で実際見てみたらそうでもなかったなっていうのもあるんだけれども、でもそれはやっぱりなんでかって言ったら、この予告を作るプロがいるからですよ。いいところばっかりを切り取って行きたいと思わせるようなものを作るプロがそれを作ってるからなんですけれども、ちょっと日本のミュージカル界それされてるとこ、劇団四季さんはテレビ CM 売ったりしてはるから、さすが劇団四季さんそこはうまいなと。お上手にね作られてますよね。そうです一個のシーンを長く撮らないんですね。ですごくその華やかなシーンばっかりをピックアップして、本当に秒でバンバンバンって出していって、ナレーション入れて最後に劇団四季って出るみたいな、
そんな感じで、また劇団四季さん上げみたいな話になってくるんですけれども、そこはやっぱり、お上手にされてるなっていうイメージがあるんですけれども、すいません、それ以外のカンパニーに関して言えば、すでにファンの方とか、あるいはチケット取ろうとしたけれども、残念ながら取れなかったから、せめてカーテンコールの映像は楽しもうっていう方がご覧になってるだけちゃうかな。私自身はもうほんまミュージカルファンだけど、カーテンコールの映像とかは全然そそられないというか興味ない。まあね、カーテンコールってただうわーってこうやってやるだけでしょ。でも多分なんか喋ってはるんやと思うんですよ。そうお客さんにねお礼を述べたりされてると思うんだけれども、演者さんたちはあくまでその演劇の舞台のプロではあるけれども、別におしゃべりのプロではないじゃないですか。だから別に面白おかしく話されてる方もいるかもしれないけれども、そこまで見て、こう収穫のあるものと私自身は思わないので、基本的に見ないんですよ。興味が湧かないということですね。で、さっき劇団四季さんの話も出ましたけれども、例えば劇団四季さん会員になると、ラ・アルプって言って開放誌っていうのが、毎月ね、電子かあるいは郵送みたいな感じで選べるんですけど、送られてくるんですよ。で、私ちょっと今年に関してはちょっと劇団四季さん見たいなと思う演目がないものだから、ちょっと今四季の会会費も上がっちゃったんで今ちょっと止めてるんですけど、入ってた頃は、毎月ねそのアルプ届くんですよ。けどごめんなさい、全然目通さないです。それも興味がないからなんですよ。でもう私の心情としては、もう実際に劇場に足を運んで見た時にいいものを見せてくれたらそれでいいって思ってるんで、だからその舞台裏だとか例えばセットとかね、衣装とかでこんなにスタッフの方は工夫をされて苦労されて、舞台って出来上がってるんですよなんていうのは、それなりにご苦労あるんでしょうけれども、ごめんなさい、興味ないんですよね。舞台ってとっても華やかな世界だから、いろんな人たちが確かに興味を持って舞台裏も知りたいっていう方がたくさんいるっていうのは理解はできるんですけれども、私の個人的な価値観でいくと、どんな職業の方も、どんなお仕事の方も人知れず努力してるし、工夫されてるんですよ。言ったらもう私みたいな主婦でもね、で光が当たらない、けれども人知れず頑張ってる人っていうのはたくさんいて、でそういう人と要するにこういう舞台の世界で頑張ってる人たちって、私は何も変わらないと思ってるんです。これは本当に価値観の話なんですけれども、だから言ってしまったら本当舞台に上がって演じているお方もすごく華やかで、素晴らしい方、かもしれないけれども、言ったらお金を払って劇場に行って見てるお客さん、我々がいるからこそ彼らも輝けるんですよ。という意味では私の感覚としては、舞台の上にいる人たちも私たちも同じぐらい尊いって思ってるんです、っていう考え方が別にあるんで、だからさっきも言ったようにカーテンコールのね、様子だとか、ラ・アルプみたいな開放誌に興味がないっていうのは、そういうところに起因するんですよ。でさっきも言ったようにそういうものを喜んで摂取したいって思われる方はすでにやっぱりもうミュージカルとかそのカンパニーを愛していらっしゃる方が興味があって見るんであって、全くそのミュージカルに対して親しみのない方がそういうものを見せられて、果たしてミュージカルだとかその作品に対して興味を持っていただけるのかっていうところに、疑問があるんで、だからカンパニーによっちゃ、CM ですか、宣伝にそんな力入れんでもお客さんは来てくれるっていうそういったことがあるかもしれないですね。あると思います。あると思います。だからもう本当にファン向けのコンテンツしか出さないっていうか、そんなことしなくたって集客できると。いうところはあるのかもしれないですけれどもね。私たちもね、なんかチケット取りたくても取れないね、結局行けれなかったっていうね、そんなことがたくさんありましたからね。それで
で、うんその私が唯一出てたら一応チェックするよっていうそのゲネプロの映像、あとね稽古場の風景の映像、ああ、ありますね、よくね。そうそうそう、っていうのはやっぱりその作品の様子とか、まあ言ったら演者さんの、なんていうのかな、力量がね見えるものになるんで、やっぱ私自身の勉強のためにね、見させてもらうんですけれども、全部が全部とは言いません。おやって思う。仕上がってなくない？ああ、仕上がってないものをあえて見せてるっていうね。でこれは、出しても逆効果なんじゃないかなって、思う。なんだこんなレベルだったら見に行く価値がないなと思ってしまう人も、いや思わせるものもいるんじゃないかな少なくないです。これははっきり言わせてもらうと、例えば音がちょっと下ずってるよ、そうですそうですそうです、声出てない、声が出てない、リズム走ってるよとか、演技がなんか板についてないよとか、そうそうそう。で稽古場の映像とかだったら、例えば本番だったらしっかりお化粧もされて髪型もパシッと決まっててとかね、テレビに出られる時なんかすごくかっこいい俳優さんが、稽古場だとボッサボサの頭で、男性だったらもうひげ生やした状態で、なんていうのかな、服装も、まあもうお稽古だから仕方ないけど、ヨレヨレの服装で、お稽古されてる姿って私にとったらちょっとそこは見せないでほしいな。確かに夢を売る商売ですからね。そうなんですよ、そうなんです。でもそういう姿も見れて嬉しいっていう人もまあ中にはいると思うんだけど、私はちょっとこれも逆効果だと思ってて、ちょっとあんなにかっこいい人、綺麗な方が稽古場だとこんな感じになるんやってね、やっぱり思ってしまったりする。やっぱりもう俳優さんなんでね、ずーっとやっぱりかっこいい、綺麗、可愛いであってほしいですよね。そうなんですよ。だから本当にゲネプロの映像、あれはね多分興行主が出すんじゃなくて取材に来たところが出してはるんで、出来の良し悪しとか全く一切判断せずにもう出されてるんですよ。だからまあある程度仕方ないっちゃ仕方ないけれども、でも仕方ないって言ったって、いや仕上げてくださいって、まあ、見に行く側のお客さんからしたら、もうこの取材を受けてる時点でもうお客さんに出せる完璧なクオリティのものをやっぱり、取材陣の前でも披露すべきなんじゃないですかって、やっぱりお金を出す側からしたら思います。そうね、綺麗にやっぱりね放送されて、きちっとリボンがこうね、されて、さあどうですかってなことでね、やっぱり広告してもらわないと、なんかね。そうですね。だからやっぱりそれをそのゲネプロの映像を見て逆に、この作品はパスやなって思うこともあります。なるほどね。だから私が作り手側であれば、作り手側というかスタッフ側であれば、やっぱこういうものを外に出すのは、まあちょっと恥ずかしいっていうか、まあお客さんにお見せするようなクオリティのものじゃないから、それするぐらいだったらもうちゃんとスタジオで歌わしてお化粧さした綺麗な音源のものを流して、でそれこそダイジェストの映像をポン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 って挟んで、それを YouTube なんかに上げるみたいな感じにして、例えばカーテンコールの映像っていうのもファンは見たいと思うんで、稽古場のその映像っていうのも、もうぜひ見たいっていう方は絶対いると思うんで、それは本当に例えばもう鍵をかけてしまって、有料コンテンツみたいな感じにして、でそういうところからまあ言ったらお金を集めてね、でそのお金使って要するに対外的なプロモーション打つとかね、おそらくお金がないからプロモーションできないっていう面もあると思うんですよ。まあほっとってもお客さん来るっていう面もあると思うけど、それはね思います。わかりました。I&西アワー。ほんま当たり前の話をするとですよ、我々もそうだし、今ミュージカルをご覧になってる方々ってね、いずれ年老いて、まあこの世を去るわけですよ。そしたらどんどんもう若い世代が今度はメインのね、層になっていくわけでしょ。でどんどんやっぱ価値観って変わってくるわけじゃないですか。今の若者ってディズニーランドにすら行かない。すごい減ってきたって。ディズニーランドすら行かない。行かない。まあ私も行ってないけどね。行かないけどね。っていうぐらいやっぱりそんなすごいお金を出し
遊ばなくたって言ったらもっと安価に楽しめるエンタメとか楽しみがあるし、高額なお金を出して楽しむエンタメっていうものに対する見方がどんどんやっぱり若い世代ほどシビアになってきてると思うんですよ。まあやっぱりこういうなんていうんですかね、経済情勢とかもあったりとかしてね、じゃあそういう人たちがメインの層になってきた時に、今のやり方で果たしてミュージカルって生き残っていけんのってね、いろんなね安価でとか無料で楽しめるコンテンツが世の中に溢れてる中で、で劇場に足を運ばせるっていうことをしてまで、っていうところにっていうのがあるので、だからもうちょっとこうプロモーションとかね、本当に裾野を広げるっていうのと、次の世代の人たちにね、より興味を持ってもらえるっていうことと、私しょっちゅう言ってますけれども、要はライト層ですね、にも響くようにってなったら、そこはねやっぱり映像は映像のプロに任せる、いくら舞台の世界であったとしても、っていうふうに私なんかは思いますよ。そうですね。というお話でございました。韓国もすごいプロモーション。上手です。ちゃんとお金かけてます。お金かけて本当にそういう映像の専門家に発注して。ちなみに韓国とかはチケット取りやすいのかな？わかんない。ごめんなさい。韓国のミュージカル事情は私は全然わからないです。ブロードウェイは逆に取りやすい。めっちゃ取りやすいです。私前もお話ししたことありますけど、ブロードウェイはよほどの新作かつ人気のあるミュージカルでない限り取れます。だから新作でもそんなに評判がそこまでじゃないやつだったら全然いけるし、で例えばめっちゃロングランしてる作品だったら、人気の作品でも余裕で撮れます。それがやっぱり、ブロードウェイという場所なので、もう当日でも全然。韓国もなんかそういう街があって、要するにいくつも小屋があってさ、ほんでさあ今日は何見に行こうかなみたいな。そういったこう取捨選択ができるようなそういうスポットがあるとか言って前なんかテレビでやってたんですね。日本は本当にずいぶん前から準備をして、もう争奪戦に挑戦しまくってやっとチケット取って見に行けるっていう状態で、さあ明日見に行くぞって言って行けるようなもんじゃないんで、もうそこからしてやっぱりもうちょっと海外とは全然その事情が違いすぎるっていうのがあって、でそういう意味でもやっぱり間口が狭いんで。そうだよね。そうそう、なんかテレビでやってたのは韓国のなんかブロードウェイとか言ってね。そうなんや。確かなんかそういうとこがあったんじゃないかな。で、だから映画館に赴くような感覚でね。だからシネコンをこう選ぶみたいな感じで、ミュージカルを楽しむことができるとかね。それはやっぱり素晴らしいですね。いや、でやっぱりそういう環境があるからこそ、その産業はやっぱ盛り上がっていくんだと思うんですよね。でレベルも上がっていくし、その演者さんたちのね。っていうのはあると思うんですけれども、やっぱりどうしてもね、もうクローズドな世界だなと。そうだね。日本のミュージカルは、そこはやっぱり感じざるを得ないですね。で、ロンドンに関しても私は専門外なので何とも言えないですけれども、やっぱりブロードウェイに次ぐというか、場所と言われてるので、おそらくチケットは簡単に取れるんじゃないですか。そう思いますけれどもね。やっぱりそういう全然の土壌が違うっていうところもあって、でやっぱりこれからどんどん栄えさせていきたいということであれば、舞台の関係者が客席からこうやって引きの映像を撮るもんをそのまま流すんじゃなくって、やっぱそれはね持ちは持ちやで、映像のプロをもう舞台に上げさせて、クレーンだのドローンだの使わせて、臨場感のある映像をね、いろんな角度からパン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 みたいな感じでね、っていうものをやっぱり作って、いろんな方の興味を引くようなね、プロモーションをね、ぜひ行っていただきたいななんていうふうに思います。そういうことをねしていけばやっぱりね、ファンも増えてくるでしょうし、と思います。でしたら上映もね期間も長く、もしくはカンパニーもたくさんね、できて、で日本にも日本のブロードウェイみたいに言われるところがねできたらね、また面白いかなと思うんですけどもね。そうなんです。だからそういうお話をね、今日はご提案というかね、させていただきました。厳しいご意見お待ちしております。でも厳しすぎるご意見はブロックします。
よろしくお願いいいやたします。本当にね、これ前も言いましたけど、我々の意見を述べてるだけであって、そうです、これが正しいですよっていうお話では決してないので、皆さんそれぞれに思われることはあると思うんですが、我々がですね、それこそ引きで日本のミュージカルという世界を見た時に、ちょっとおかしいな、なんでこれしないんだろうなと疑問に思うっていう話をさせていただきましたということですね。はい、というわけでまた次回もご覧になってください。愛でした。日誌でした。アイ&日誌でした。おやすみなさい。おやすみなさい。